皆さんこんにちは。スト6は最初のバージョンなのに素晴らしいバランスで楽しませていただいております。ですが一点どうしても納得できない点があるのです。このゲームはなぜインパクトがアテミやアーマーに取られるのでしょうか。最大のピンチであるはずのバーンアウト状態にもかかわらず、一部の技はインパクトを平気で受け止めてきます。意味がわかりません。しかしアテミを出した側は、アテミだから当然師匠みたいな空気感を出すのです。切れそうになります。ぜひ梅原さんの意見をお聞かせください。なるほど。まあ、アテミってマリーザと JP だけかな、このゲーム。結論から言うと、アテミ、じゃあマリーザのアテミは、アテミ史上最もよくできたアテミじゃないかなって思う。俺は。で、JP のアテミに関して言うと、バーアウト中のアテミは基本あんま役に立たないから、あれかなとは思うけど、確かにインパクトは取った時のリターンはちょっとおかしいなっていう。どっちかっていうとね、俺はでもね、このアテミがどうこうっていう話とは別に、なんかもうちょいバーアウト時に明確にみんなやることあっていいんじゃないかなっていう気がする。インパクトぐらいしかねえなって思ってるから、アテミが目につくわけじゃん。どっちかっていうと、インパクトぐらいしかなんかないなーって思わせてることがちょっとどうなのかなって思う。アテミが悪いんじゃなくて、バーンアウトがあんまり強くないんじゃないのっていう。キャラによるんだけどね。キャラによってはむちゃくちゃ強いんだけど。どっちかっていうとそっちかなっていう。で、アテミって基本スーパー嫌われるか弱すぎるかの二択なのよ。強すぎたアテミって多分ないんじゃないかな、過去に。このアテミやばすぎだろみたいなのってなくて、強いて言うならカプコンゲー史上最強のアテミがこのオーディアムネジアじゃないかな。でマリーザのアテミはやっぱりアテミだからそんな強いとは思えないけど、今までのアテミの中で一番使い勝手いいよねとは思う。でちなみにアテミっていうのがカプコンゲーで最初に出てきたのは結構後だと思うんだよな。アテミっていつ出てきたんだろう最初。スト2シリーズにはなかったよね、アテミね。ゼロシリーズにも、ゼロでようやく出てきたのか。カリンがアテミ持ってた気がするな。でもむちゃくちゃ弱くて。で、カプ S2 で、カプ S2 で、ギースとかロックが、アテミ持ってたんだけど、じゃあ強えかっつうと、超弱いわけ。なぜかというと、ギースのアテミって上段、中段、下段ってあるんだけど、上段は、じゃあ何取れるかっていうと、ジャンプ攻撃と必殺技。で、中段は何取れるかっていうと、下段じゃないけど、上段でもない技。例えば、立ち強パンチとか、しゃがみ中パンチとか。でも必殺技は取れないし、ジャンプも取れない。で、下段は、下段属性の技のみ。っていう。だから、読みで当て身を出すんだけど、必殺、まず必殺技取ろうと思ったら上段にしなきゃいけないし、立ち技だと思ったら、中段にしなきゃいけないし、足払いだと思ったら下段取んなきゃいけないっていう。で、しかも、隙がちゃんとあるっていう。むちゃくちゃ弱かったのよ。その代わり決めると、おーってなったし、あと、ご褒美として、むずい代わりにどんな技でも取れますよっていう。その名残なんだけどね。このインパクトとかも受け止めるっていうのはその名残で、むずい代わりに何でも取るよっていうのがアテミの、面白いというかロマンがある部分だったんでね。っていう歴史があるから、アテミだから当然っしょっていうのは、歴史を考えるとそうなんですよ。それ以外でも使い道が多すぎるから、ちょっとね、納得いかないのかもしれないけど、アテミってのは本来そういうもんで、スト4ぐらいから、ウルコンにアテミとかがついたんだけど、あれはマジで、不評だったね。バイパーと、フェイロンと、だったかな。あと他にもいたかもしれないけど、とりあえずあいつらが、当て身を持ってたんだけど、減るんだよもちろんウルコンだからけど演出のある当て身ですよ。
演出、だから、技が来て、例えば、通常技打とうと思ってたんだけど、当て身が来ちゃったらやめるじゃん。演出なんだから、相手が。全然当たんなくて。そう、詐欺飛びに打つぐらいしかなくて。マジで使い勝手悪かったんだけど。で、スト5もさ、カリンのさ、当て身とさ、竜の当て身さ、結局誰も使わなかったし、相手してる方って、なんか不快だったじゃん。それで言うと、スト6の当て身は、投げを取るオーディアムニジアはどうかと思うけど、それ以外に関しては別に、なんか勝負が決まるような当て身じゃないから、基本的に。俺はすごく、ようやくなんか当て身っていうものに存在意義というか、面白い当て身になったなって思ってるけどね、スト6で。一応あと1フレ当て身じゃないっていうところもまあって感じかな。OD じゃなければ1フレ当て身じゃないじゃん。剣だったらさ、ラッシュシャガダイインパクトとかにすればね、ハメだからっていう感じかな。スト6についてご相談があってマシュマロ送りました。スト6から格ゲーを始めた初心者ですが、クラシック操作を選んだため全く勝てなくて困っています。同じ初心者帯でもモダン操作を選んだ人の方が明らかに強く、初心者はクラシックやめた方がいいよとも言われました。カジュアルもバトルハブも格上ばかりで練習にもなりません。クラシックは諦めた方がいいのでしょうか。アドバイスいただけたら幸いですと。そうね。結論から言うとモダンでいいんじゃないって感じ。クラシックとモダンのハードルってハードルのその違いってすごいのよ。これ初心者の時だけじゃなくて、例えば連続例えばじゃあ波動拳が出せるようになります。昇竜拳が出せるようになります。ね、例えばじゃあ竜を使いたいとするじゃん。波動拳が出せるようになります。昇竜拳が出せるようになります。竜巻旋風脚で連続技が出せるようになる。で SA が出せるようになる。まずこれらが出るようになるまでに一苦労。そして、出るだけではなくミスしないとか実戦の中で出せるぐらいのコマンド入力の精度、速さっていうことまでいくともうね、トレモだけで相当な時間を使うわけですよ。で、さらにこのゲームの厄介なところ、厄介というか面白い部分なんだけど、初心者にとっては厄介なのが、ラッシュを止めるとか、インパクトを返すとか、上級者でもすごく難しいことがさらにあって、そういうのもモダンだと対応が楽なんだよね。だから早く格闘ゲームっていうか、そういったファイターで遊ぶんだったら、絶対モダンだし、それは分かってるんだろうけど。で、現状だとね、クラシックとモダンどっちが最終的に強いんですかっていう話をしたときに、今トッププレイヤーがみんなクラシックだから、クラシックの方が強そうではあるよね。ただ、もう、これだけのメンツがやり込んで、最前線まで行ってクラシックの方が強いっていう感じだと思うんだ。そのほんとちょっと下ぐらいはもうなんなら M の方が強いと思うから、強い人たちがクラシックでやってるから結構みんな真似してクラシックでやってるけど、なんか全然モダンでも同じぐらい強いと思うからさ。だし今後調整でモダンの方が強くなる可能性もあるし、このままちょいクラシック有利かなぐらいの、俺はそれがちょうどいいバランスだとは思うんだけど、正直今ぐらいのバランスでいくとしてもモダンで勝てるようになってからクラシックを練習っていう順番でいいんじゃないかな。その勝てないのにモチベーションを維持するっていうのは普通の人には無理だから、勝てないっていうか、なんかその遊べないのにね、まともに遊べないのに、なんか俺はプロゲーマーになるとか言って、それぐらいの目標があるんだったらいいと思うけど、普通に遊ぶのにクラシックかモダンかってなったら、モダンでいいんじゃないっていう。よほどの鉄の意志がないとちょっとやれないと思うけどね、クラシックは。もともとやってたんだったらいいけどね。ストリートファイターは未経験で、格ゲー自体やったことありますだったら全然いいと思うんだけど、格ゲー初心者でクラシックちょっと、これがさ、格ゲーほんと出てきたばっかの時はさ、みんな初心者だからいいんだよ。みんな技出ねえから。けどもう今上級者や中級者がものすごい数いるからさ、そういう中でまともに遊ぼうと思うとモダンだと思うよ。そのためのモダンだよね、開発者が用意した。で、ある程度慣れてからでいいと思う、クラシックは。別に全然遅くないし、それからでも。ただちょっと一個だけモダンで俺がなんか
まあ早くアップデートしてあげてほしいなって思う部分があるとすれば、強いモダンっていうか、そのクラシックと比べて遜色ないモダンがなんか明らかにもうなんか決まっちゃってる感じあるよねっていう。そこだけちょっとなんかこのキャラ使いたいんだけどこのキャラのモダン微妙じゃねみたいなさ、そこだけちょっとね、なんかまあ要アップデって感じだよね。まあそのぐらいじゃね。